すみません、おはようございますというか、こんばんは。ぎそです。すみません、変な時間から始めました。10月の10日、20時ですね、52分、まもなく21時ということでございますけども、ライブ配信を突然すみません、始めております。理由は、今週土曜日ですね、お仕事が忙しくてもう今から言うときますけどライブ配信ができませんので、もう今から言うておきますが、今週の日曜日ですね、ライブ配信ができませんので、もうあらかじめちょっと今週ねできそうな時のタイミングがあればやっておきたいなと思います。ご容赦ください。平日のまだ火曜日やんけと突っ込んでいる人もいるかもしれませんけども、ご容赦ください。今日ベタな透明水彩、前回ですね、前回ぐらいかな、ちょっと彼岸花書いたんですけど、透明水彩でこれをできたら動画化しようと思ってたんですけど無理ですね忙しすぎますので、ちょっと今日珍しく早くですね、お兄ちゃんと、弟くんが寝ましたので、ちょっとライブ配信をしていこうと思います。本当もう一度言いますけど、今週の土曜日からですね、福岡の方で、展覧会が始まります。セカンドシーズンと言いましょうか、何でしょうかいつも毎度、福岡は2回目なんですけどね。筆が全然最悪や。筆を全部ちょっとごめんなさいね。皆さん適当に今早いね、みんな予想してた人いるんですか？前回はですね、アクリルで、やったんで、今日は透明水彩でやりましょうね。ハルモネアを使うか迷ったんですが、こっちで良かったですか？どっちでもいいんですけど、そう今日画廊の人が取りに来てくれたんで、福岡の方もちょっと一段落というか、あんまり筆あれへんな。プラス5枚しますけどね。こんばんは。埼玉里さんも通り雨さんもみちみちさんも前田さんもみちみちさん2番目残念、負けてますね最近ねクリムソンレーキというのと、何やろうね、この赤はね、結構カドミウムレッドみたいな色かな。とにかくまず、原色に近い色で、MM さんも北海道さん元気？ごめんね、もう北海道さんすみません、久しぶりですね北海道さんもね、もう紅葉始まってるんですか？北海道はもうあかんね、もう行きたいとこがもうまた増えてきた感じで、横浜の M さんも、三河の適当男さんも、はじめまして、初めてです。三河の適当男さんは確かあれやね、あれもありましたよね、鬼子評会の方も脱出されてますよね。ちょっと濃いとこは少し濃くしておいて、横浜の M さんもね、また、来月末ぐらいですかね、あそこの方ね、白馬の方、まだ白馬の方特に締め切りとかはわからないんですけど、決めてないので、来られたい方いたら、私とあとは勝手に、皆さんでメンバーの方の限定では流してます。杉本さんもこんばんはと。杉本さん行ってましたよ、僕週末行ってました。日曜日だけ晴れましたけどね。夏さんもこんばんは。新潟寒いでしょうこちらまだ半袖ですけどね。日中はだいぶ寒なってきたから、どないしたもんか、日中とか朝晩はね寒なってきたから、チビたちがどっちなんかなと思って幼稚園見に行ったら半々ぐらいですね今ね、なんかね、半袖と長袖が。北海道は平地で紅葉始まりましたと。山も雪降ってんの？嘘、そんなニュース一つも流れてないで。もう雪が降るの10月って。なんか北海道の関節ぐらいしかね、なんかあれやけど、北海道ってもう雪降ってるんですか？恐ろしい。こっちまだ半袖ですよ
とりあえずまずビビッドな鮮やかな色だけしっかりとですね、赤に関しては置いといてください。もう本当にここ今日のポイントです。で昨年も実は上げてるんですよね。でそれも同じような書き方を上げてますけども、今回もちょっと複雑な形と色彩を残すみたいな感じでちょっといこうと思います。で、前々回ぐらいかなんかのアクリルのね、動画もぜひ参考にしてみてください。あれと、大きく変わらんかもしらんし、途中のグレーズみたいなのは入らないですけど、考え方みたいなのはすごく近いので、あちらもぜひぜひ参考にしてください。もう雪降ってんねや。衝撃や。君の季節が来るね。たまになんかYouTube とかであれやね、熊を退治するみたいな動画を海外のね見るとすごいね、あれほんまなんかな、合成なんかなっていうぐらいなんか抱き合ってるやつとかね、ヒグマと抱き合って、ヒグマかツキノワグマか知らんけど、ね、抱き合ってるみたいなやつありますわね。ココ様こんばんは、天王寺のね。この間早すぎて反映されませんでした。コメントしたのにみちみさんは反映されんかった。さすが。久美子さん、3日前に北海道のなんとかって山が初冠雪のニュースやってました。やっぱ九州までやらんやろな。ねえ、もうほんと。ちょっと本当に今週、福岡の方で、土曜日からですね、結構画廊の方に問い合わせあると言ってましたけど、一応もう言うとくと土日です。行けるのは限定されてて、もう土日だけです。画廊の方、問い合わせを一件でも減らすために言うときますけど、土日しか多分行けないと思います。で、その後の、名古屋ですね。名古屋の方は14、15、16かな。今のところ予定としては、14、15、16という3日間かなと。もう子供いる家庭なら多分皆さんわかると思うんですけど、ね、そう長くは。で、その子供をね、おじいちゃんおばあちゃんに見てもろたりとかもするんですけども、やっぱそこまでね、休み取ってもらうのもっていうので、やっぱ、14、15、名古屋は14、15、16。で、福岡は何日？土日。今週末やから14、15と21、22ということでございます。で、福岡日道の行き方わからないですとかって電話も結構あるという、今日画廊の人言ってたんですけど、ぜひぜひ皆さん調べてみてください。ね、Google マップみたいなね、YouTube 見てる人やったら、それぐらい使えるようにぜひなると思いますよ。Google マップなどで調べて、徒歩で行く、バスで行く。それはね、これからもっと便利になりますしね、これからもっと動きたくなるように、ぜひぜひですね、ニューオータニというところの1階です。ニューオータニというところの右斜め前の方に入っていたら1階の画廊です。申し訳ないですけど、一度本店の方の半分ぐらいの大きさですけどもね、東京の作品は、だいぶ東京のお客さんの方に行ったと言ってましたんで、大幅に変わると思います。もう許してください。イガンバの100種類、1000種類もあるんですか。間に合ってよかったです。福岡楽しみにしてましたが、血圧不安定で、うわー、そうですか。杉本さん残念です。いやね、去年の佐賀ではお会いできましたしね。もうお近くまで行ってますからね、僕ね。なんかやってましたよ、クラフト店とか、今週。昨日、おとつい、お近くまで行ってましたよ。よいしょ。またそういうとこでお会いできるんじゃないですか。これ冷気系の赤と、これは何赤レッドかな、ローズマダーと、バーミリオンヒューですね。この2色でいってます。バーミリオンヒューで2色でいってます。ちょっとオレンジ色っぽいのはバーミリオンヒュー。ピンクっぽいのはローズマダーということです。よいしょ。無理なさらないでくださいね。もう福岡もね、なんか福岡も問い合わせ多いみたいですけどね、いついるんですかってね、もう土日
ただわからん。もう昼飯食いにどっか行ってる。近くの中華屋行ってるかもしらんし、朝もちびたち中心に動くので、何時に行けるかわからん。それだけちょっとお願いします。ね、もうほんと適当に来てください。会えなかったら残念ということでね。で前も言いましたけど、ちょっと形状だけはちょっと意識しつつも、形をしっかりちょっと理解しながら。名古屋の方も多分初日の朝着く飛行機やから、初日が14日の朝着く飛行機やったような記憶あるから、そこから初めてのほぼ名古屋なんで、新幹線では何度か行ったことあるんですけど、飛行機からは小松空港から初めてなんで、ね、すんなり行けるか、もうめんどくさになったらタクシー乗ろうと思いますけど、ボンの筆さんもこんばんは、糸脇さんもこんばんは。白い彼岸花見かけますよね。ひじみさん、トレーニングされた熊と抱き合ってるショート動画見ましたが、めちゃめちゃヒヤヒヤするよね。あれトレーニングされてるんでしょうね、やっぱね。熊の動画ね。まずビビッドな赤を置いていきます。でその際、ある程度こうですね、濃いところは濃く、薄いところは薄くぐらいの気持ちでいいかなと思います。いやもうほんと癒しの風景さんも大丈夫、もう気をつけてや、北海道でな、熊となんか戯れることが趣味や言うてるから、もうやばいんちゃうか思ってますけどね。彼岸花は花咲いてる時には葉はなく、花が散ってから葉が出るので、はみず花水木っていう名前なんです。そうなんですね。しほさんもこんばんは。シナモンパパさんこんばんは。形難しそうですね。MM さん。ですね。本当にもう皆さんね。よいしょ。あと何かあったかな。ちょっとこう、作品がガラッと入れ替わるのもあるんですけど、名古屋の方はなんとか 5枚、6枚ぐらいはまた新しいのなんとかしようと思ってますんで、ね、東京で図録と全然ちゃうやんかって多分突っ込まれると思いますが、もうそれは許してください。もうそれはしゃあないですよね。著作権自体はもちろん僕にあるんですけどね、その所蔵権っていうのかな、もう買うてくれた人に移りますからね。私のものからですね。その人が欲しいって言ったらもうすぐ送りますせっていう感じになるので、それは許してください。形をちゃんと意識すればそこまで難しくないと思いますよ、皆さんね。冷気系とバーミリオンみたいな色をちょっと使いながら塗っていってます。すんなり寝たな。ちょっと風邪気味やっちゅうのもあるし、幼稚園がね連休やったからあれやったんですけど、先週の土曜日はですね運動会でした。ちびの運動会でした。すいませんでした。ね、今週は画廊に行ってますので無理ということで皆さん理解してください。だからちょっと今週もう1回ぐらいできるかもしれないし、もう今回1回かもしれませんけど、一応週に1回は配信が最低できるようには努力してます。許してくるくるほいさんこんばんは。くまこさんもこんばんは。おぽんの羊さんも透明水彩初めてどないでっかね。一番難しくないことはないんですよ。難しいんですけど、画材として手入れが楽なのは透明水彩です。もうそれはもうずっとやってきたんで、色鉛筆の次ぐらいに楽かな。で、油絵とアクリル違った大変さありますわね。よいしょ。よし。少し、赤系は少し一旦休憩して、次、緑のちょっと鮮やかな色を置きながら、乾いていない、ところなんかも使いながら、茎系を少し描いていくと。もうこの辺乾いてきてるかな。
ちょっとこうちょろちょろ言うてたんですけど、多分横浜の仕事、神奈川県横浜あたりで仕事がありそうやなさそうやの話は、多分ポシャったんちゃうかなと。多分ポシャったと思いますんで、はい。11月は、ちょっとゆとりができました。言うても、絵描きさんの仕事が結構あるんで、あれですけど、多分なくなりました。ちょっと期待された人は申し訳ないです。これはもう、私自身で動ける問題ではなかったんで、はい。予定だけ開けといてください言われましたけど、一応、いわゆる、なんていうんですか、飛びました、仕事が。多分ね、8割ぐらい。もう僕はそうかなと思って、ちょっと旅でも行こうかな思ってます。あそこの辺に行こうかななんてちょっとさっき話してました。場所とかはちょっとね、あれですけど、メンバーの限定の方でそういうのはお伝えします。決定確定したら。ニコさんも、こんばんは。ニコさんっていうのは、九州の方やったね、確かね。九州の、すごい分離色。このパレットの上で分離色で分かるんですよね。これ、赤系とこの緑は完全に分離色ですね。ちょっとこう差し込むと、ガッと分かれますよ。パレットでこんだけ分かれてますからね。分かります分離色っていうやつですね。だから買わずとも、パレットの上でわっと思うたらそういうもんですからね。なんていうのかな。質問出してくださいね。質問かな。ミルリオさんはなんか星がこうついてるからもう質問にいつも見えるけど質問ではないですね。すみません。お名前のところにね星がついてはるからいつも僕パッと見て質問やと思ったらミルリオさん。よいしょ、もうなんか質問あったらしてくださいね。今日若干焼酎まで1杯ぐらいしか飲んでないんで、前回よりはマシです。はい。よいしょ。で、ある程度こう目安となるような形書いたら、大きく塗りながら、少しこうですね、周りとこう、滲むような感じの仕事とかもしてみる。絵描き猫さんもこんばんは。著作権について質問です。木曽先生の絵を真似して、描いてみた小木曽先生の私の絵を真似して描いてみた絵を YouTube の動画の一部に入れて制作したんですが、小木曽先生のライブを模写してみましたというコメント入れればアップしていいですか？別にいいですよ。僕自身ははい、いいですけど、あんまりおすすめはしないです。あんまおすすめというかですね。はい。ね。いいですよ。別に僕は。いいと思いますよ。だって、もう、なんかね、ある程度構図とか出来上がってるからですね。そこの趣味とかが僕はあんまわからない人間やからな。そこがいかんねやろな。なんかそういうのを極力なくしていった方がいいですよっていうね。初めからもうグレーなことはやめといた方がいいですよっていうのが僕はもうグレーなくしていった方がね楽ですからね。別にいいですよ。もう構図とかね僕のやつは出来上がってるというか自分でもねこう構図まで決めてやってるわけですからね。それはある程度できるわって話で乾いてからでいいと思いますけど、とにかくこの鮮やかな赤ですね、塗り残しながら描いていってください。質問ですと、コージエヌさん、こんな風に花から描いてこの後どうするか楽しみです。アップしたらまたご報告しますと。質問です。自分で描いた油絵を額縁に入れて飾っていたのですが、先日出してみると額縁の接着面に絵の具が剥がれてしまいました。
ねえ、シナモンパパさん。ねえ、これはね、僕でも怒ります。ねえ、だから僕は箱学という、僕の個展見に来られた方で、多分東京の個展も7割近く箱学というやつやったと思うんですよね。で、僕あれにしてるのはそういう意味なんですよ。もうあるんですよね。そういう意味もあって、箱状の、要は、絵があって、額縁がこう乗っかってくるような感じじゃなくて、ちょっと空間があって、で、こうなってるっていう箱額。ネットで多分、箱額で調べたらわかるんですけど、僕はそれにしてる理由はそれなんですよ。一つは。どうしてもこうなんかね、くっついてまいります。で、僕の自分の絵もそのくっついてまいりました。だから、うわっと思いますし。だから、これに対して対処法は多分ゼロやと思います。なんかこう、絵があってなんか額縁、あんまパッと今思いつく方法、誰かこう知ってはる人いたら、教えてほしいなと思いますけど、ほぼゼロなんちゃうかなと思いますけどね。私は絵描きでもないので YouTube を見てから絵を描くのが趣味になった程度なんでと、そういうふうにおっしゃるんですけどね。本当に人間って欲が出てきて、なんかこう良くなってくると、上手くなってきたりなんかすると、この多分 YouTube 見てはる人でも自分の絵が売れたとか、この1年ぐらいで始めたばっかやけど描いてほしいって言われたとか、めっちゃこう多いと思うんですよ。増えてきてると思うんですよね。で、そういうふうにこう2歩3歩欲が出てくると欲が出てくるとっていうことも踏まえ、もう私たちの時代はそういうの全くありえなかったから、そういうもうやったらあかんっていうか当たり前やと思ってたから、でもそのインターネット社会になってしまって、情報が、僕は大学の何年生 ?1998 年に Windows98 っていうのできて、確か僕 Mac 買った2000年覚えてへんけど、2001年ぐらいかな。Mac のなんか、後ろのごっつい Mac 買ったんが、秋葉原になんか当時の、教え子が、一緒について行ってあげますって言って連れてってくれたのが、多分2001年とか大学院生ぐらいだったような気がするんで、その頃にそんなこと、人の画像から絵を描くなんてことなんかなかったんですよね。多分ほぼあったかもしれんけど、考えもしなかったというか、今はもうなんかそんな当たり前になってしまってるから、でその本当に今ね、ミルリオさんがもしかしてね、ちょん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 ってなって、パンパンってなって、あれって言って、なんかってなる可能性ゼロじゃないですからね。そういう欲とかも出てくるかもしれないってよく言うてるんですよ。僕のはいいですけどね。他の人はやめた方がいいですよ。それでね、高額な請求されてもねとか知らんけど、中橋さんこんばんはと、練馬のなっちゃんにライブを教えてもらいました。額に入れずに飾るの別にいいと思いますよ。今も現代美術とか全然額に入れずに飾ってる絵なんてザラですよ。夏さん、三河の。そうなんですね、わかりました。天丼さんこんばんは。本当になんかね、もう本当にね、ちょっと前にもあったんですよ、イラストレーターの人で。俺、あの人ね、なんかね、結構こう、もうトレースしていたみたいな問題で、本当になんかいろんな大きな世の中に問題っていうのが起きてきたら、いろんなものがかき消されていくじゃないですか。ちょっと前までビッグモーターやったけど、今 J の話でしょ、ほとんどね。なんかもう、1年ぐらい前はなんか、そんなに世の中のワイドショーで騒ぐほどではなかったような気するけど、やっぱりこう著作権問題、パクリ疑惑みたいなのめっちゃ好きなんですよね、世の中の人ってね。でうわーって叩くんですよ、その問題。なぜか。なんでやろうなと思うんですけどね。これ結構昔からなんですよね。2005年ぐらいにも結構洋画界で有名な絵描きさんがそんでやってたっていうので、イタリアの絵描きさんの絵をパクったみたいなんで、その当時はまだね、なんかネットとかもまだあれやった、今ほどこう、なんちゅうかな、あれやったけど、問題としては当時ニュースとかでめっちゃ大きくなってましたよ。よいしょ。
バイトのばさんがやったらジュース買ってもらえる。そっから始まるんですよ。本当やね。本当ですよ。そっから始まるんですよ。そう、MM さん、名前出さないでください。もうね、反省されてたりするかもしれないので、よかったらそういうのはあんまりこういうネットの中では言わないでください。ね、もう反省されてね、してはる人も いますからね、ガサガサこう、もういいんじゃないかと。社会的制裁をね、受けてはるでしょうからね。質問です。かなり、なんていうのこれ、滲んでいるんでいいかな。絵の具の下、水を張ってから描かれてます。いや、水張ってないですよ。全然。水全然張ってないですよ。もう直で描いてますよ。もう初心者向けにと思ってますよ、今日はね、直で。もう、なんかその中で水を多めにしたりとかなんか調整していってますよ。よいしょ。みちみちさん、質問です。学装だったか絵の梱包の動画で絵の側面部分を隠すのにテープを貼るようなことを話されていたと思うんですがねえ、みちみちさんもガムテープとかね、何がいいんでしょうかね。僕額縁屋さんに送ったらなんか黒いなんか布のテープを貼られたりして、うわええなと思って額縁屋さんに教えてって聞いたんやけど、なんか教えてくれへんくて、でなんかこうガムテープに近いような感じのものを僕も貼ったりとかしたりしてますけど、あんまガムテープってなんかね、時間経つと寝ちゃうとするから、なんかええもんがあるんちゃうかなと思います。こんばんは A さん。こんにちは。こんばんは。少しいい色鉛筆を買って人物画を描いてみているんですが、とても難しいです。初心者は何から始めるのがおすすめでしょうか。アクリル絵の具と鉛筆セット、ライト、スクリーン台など形から入ったので何種類かは描く方はあるんですが、初心者すぎて困ってます。僕ね、いろんな画材やってきて一番難しいと思ってるのは色鉛筆だと思います。めっちゃ難しいです。でこの間ほら鉛筆デッサン書いてきはったでしょ。あれでまずいいと思います。でちょっと鉛筆デッサンから入って、で次もうちょっと欲が出てきたのなら、紙とかにアクリル絵の具を買ってあるんやったら、グレーとかでもいいからちょっと一回色を塗って、で鉛筆と白い鉛筆とか白い、アクリル絵の具、要は黒と白の画材とかを使って描いてみるみたいな感じで次やってみられたらええんちゃうかなと。でアクリル絵の具みたいな感じにいってもいいし、手入れとして楽なのはやっぱ透明水彩、圧倒的透明水彩が楽なんで、色鉛筆と透明水彩は手入れ楽なんで初心者向けかなと思うけど、色鉛筆は多分ものすごい本当に端から描いていかなあかんから結構しんどい。だから僕はあんまり進めてないというか、でそういう風になんかデッサンで、ただデッサンも白から黒ってしんどいんですよ、意外と。だからちょっとグレートーンみたいに作ってみるとか、ちょっとベージュみたいな色とか、中間色っていうと難しいけど、こういう黄ぐらいの色、どこかな、黄ぐらいの色をなんか塗って、少し白と、ごめんなさい、なんか黄あれへんかな、ごめんなさい、黄ないわ、黄ぐらいの色、なんかそんな色、ここで示すとこのぐらいの黄土色みたいな色とか、このぐらいの色とか、もうちょっと茶色ぐらいかな、このぐらいの色とかを塗って描いたりすると案外かっこよく描けるはずで、例えば鉛筆、黒系は鉛筆ね、で白系は色鉛筆とかアクリルの白とかで、黒系で鉛筆だけちょっと物足らんなと思ったらペン使ってみてください。ペン。そうするとちょっとかっこいい絵になってきます。でそこからちょっとずつ着色をするということをしていってみたりとか、肌の色とかを、ある程度デッサン的に白黒がベースやけどちょっとつけてみるとか、多分そんな感じで進めていくのが、多分なるべく失敗を回避する方法なんちゃうかなと思ったりします。長くなりましたけど、これも僕もなんかね、何度か考えたんですよね。
一番の初心者向けの動画って作れへんかなって何度か考えたんですよ。でも頭の中で考えても僕も自分でその超初心者だった時代っていうのを、記憶が全くないからで20何年前とかだから何回も考えたんですけど、結局何が向いてんのかなって何度か考えたんですけど、 A さんの場合はなんかね絵も見させてもうたから、次のステップとしてはその辺かなっていう感じかな。キャンバステープというのがあります。そうなんですか。それは僕知らんかった。キャンバステープね。みちみちさん、世界堂にキャンバステープ。もうすぐこうたろうかな。キャンバステープそう、すごいですね。みちみちさん、2人が答えてくれましたよ。キャンバステープ。それすごいね。もう老眼すぎて Amazon が見えへん。それね、何それ。キャンバステープ。ほんまや。配管っていうのがね。キャンバステープ。屋外用。これはなんかあれなんかな、こう布テープみたいな感じ？ぽいね。ぽいね。ちょっと画面暗いね。ちょっと待って。ね。こんな感じ。5個入り1300円。15メートルの幅で厚みが 0.2 の75やから、こんなもんか。100個入り18000円。10個入りで在庫あり。10個入り。今すぐ買う。皆さんより早く買わんと、この配信を見て、わーっと買う人おるかもしれんからね。買うてみた。どこまでいった？買ってみた。載っている、ミルリアさん、ネットに載っている綺麗な景色の写真を描いてアップするのは、それはいいと思うんですけど、僕はやめた方がいいっていうか、そういうことはもうなんかやめた方がいいと、根本的にもやめた方がいいと、ミルリアさん、僕は思ってます。もう綺麗な写真とかも構図がプロが撮ってるから、まあね、素人やからとかっていう考え方を早から捨てといたが僕はと思ってるという考えです。もちろん著作権的にはなんかもう保護されてませんとかフリー画像ですとかって言うてたらそれはいいんですよ。それはいいんですけどね、時代が変わってきたりした時とか、その人著作権のね写真上げてる人がやっぱダメやとか言い出したら赤になったりするし、もうそういうことから僕はやめていった方が伸びるんですよね。なんていうのかな、伸びるっていうか、もうそういう安易なことをやめてほしいというのを僕は嫌われてもええから YouTube で発信を続けているつもりです。鬼高評価とかでもね、初めの頃結構あったんですよね。なんか構図めっちゃええなと思って、なんやこれと思って、で画像を調べたらやっぱインターネットに上がってる画像で。そうやな、とか思ったんですけど、それは基本的にはね、一番難しい構図やからですね。うちに届いた絵の、キャンバステープだったんですか。画材、額縁が教えてくれんかったけど、キャンバステープやったよ。教えてほしかったな。あれ、キャンバステープ、買うてみました、僕も今ね。試してみます。ちょっと隙間を書き出しました。ね、難しいね。それはいいっていいんですよ。もちろんね、エミリオさん。もちろんそれはいいっていいんですけど、必ずその先に人間って行きたくなるんですよね。その際にね、本当にやっぱり自分、例えばそれがSNS とか上げてみんないいねとか言われたら、ね、やっぱ嬉しなるじゃないですか。よし、次もまた同じようなことやろうとか、絶対そうなっていくんですよね。
からその楽な方法をずっと覚えていってしまう。もうそれはもう素人でももうそういう考え方を捨てていかんとねえと僕は思っているんですよ。ごめんなさいね、厳しいですよ。もう本当にそれは厳しいの分かってますよ。でも本当になんかね、どっかの国のテーマパークみたいにうわドラえもんやんけみたいなね、うわなんかやんけって言って僕なんかねそういうの見てなんかうわすげえなと思ったりしたけど、もうそれをもう日本人もどんどんやるようになっていってしまいそうですね。なんか質問ありました？写真家の人とかの写真じゃないですよ。じゃあそこもう根本的にそこの考え方が私は賛成してないということです。人の写真を見て描くのをやめた方がいいっていうことも言い続けてます。だからもう申し訳ないですよ。厳しいですけど、そういうふうに徹底していかないといけないということがなかなか理解できない人っていうのは世の中に一定数いて、趣味やからいいやんっていうのから変えていかないといけないと思ってるんですよ。でもその趣味な人がなんかね分かんないじゃないですか。1年後2年後3年後5年後でも過去ほじくり返されたら真っ暗やんけみたいなことあったりとかってなってしもった時にね、よく学校でそんなこと教えへんのかとか言うんですけど、いやそんなん常識やんって僕なんか思ってます。こんばんはと馬場咲さんお買い上げ買いましたもう早いですよ。僕は極力やっぱね前から気になってた。僕もだからガムテープみたいなの僕も使ったんですけど、その瞬間はいいんですけど、やっぱなんかねと思ってね、あかんくてもねちびっこのなんかもう工作道具に絶対なるだけなんで、うちガムテープとかめっちゃ使うんですよ。もうバカみたいにそんな高級なガムテープ使わせんのかって怒られるかもしれない。本物志向ですからねうちね。はい。コージェネさんありがとうございます。ミルリオさん、先生の日常の美の探し方って見てください。もうほんとね、そんなんも動画も上げてます。なんか僕なんか通ってた大学の後輩とかもそういうたまにネットで著作権の問題とかでデザイン科の子が問題になった時があってね、そんなん教えてへんのか大学はって言われたけど、いやとか思いながら見ててなんかねほんとねそんなんもあるんですよ。いい絵描けた時の他に描いた絵を見せてくださいって言われて、他の写真描いた写真作品や模写作品しかなかった時にこれじゃいかんと思いました。赤坂さんです。ありがとうございます。そうなんですよねいつかそうなる可能性があるとね。だから初めからそういう癖つけといたらダメさとかにもっと気づけるっていうかね、構図とかってこんな難しいんやって皆さんもね多くの人分かってるわけじゃないですか。おじさんね、私がどれだけ今までその訓練鍛錬を積み重ねてきたかっていうことが分かってきてはると思うんですよね。そりゃ追いつけへんわとね諦めてくれたら嬉しいんですけど、諦めんでいいですよ。ガンガン来いみじみさん、ガンガン来い赤坂さん、コージェルさん、ガンガン来いっていう気分で言いますけど、やっぱりそれはなんかやっぱ経験値が相当あるから偉そうなこと言えるんですよね。うちの親父がね先生って呼ばれる職業にはまともなやつおらんって親父が言ってたけど、そこのとこだけの一つだけはあるんですよ。だから先生きてると、もう先に生まれたから偉いんやとかっていう自負は全くないと。先に生きているという自負だけはあるんですよ。もうこれよう言うてますけど、やっぱり同じ業界でまともな人間じゃないですけど、絵の業界だけではそういうミスを未然に回避しておいた方がねいいなと思ってますよ。自分で写真撮るだけでも構図とか勉強になりますと。絵を描く前は写真が趣味だったので自分で写真を、そっちですよ。もう絶対そっちがいいですよ。そんな趣味やったんやったら絶対もうそっちでいいですよ。もう初めから絶対やめた方がいいですよ本当に。でそれがまた絵になる写真かどうかなんてねやってみやんとわからんから、絶対そっちじゃないですよ。よかった。
本当になんかね、こんな叩かれるかって叩かれてますもんね。特にパクリ問題だけは。いや、恐ろしいと思いますよ。ね、恐ろしいと。好きですよね、日本人ってね、あれね。カメラ一眼ですよ。一眼の、わからん。僕カメラ興味ないから。一眼。これも何度か言うてます、絵師さん。絵師さんって名前なかなかやね。もう絵師ですっていうことですか。もう絵師っていうのも多分ここ、もちろんね、昔から江戸時代からあった言葉やけど、最近絵師って言葉ありますよね。その現代の絵師的な。それを自分でつけれるってすごいですよね。私、プロ野球選手ですって言うてるような感じですもんね、僕らからすると。僕もだからこのチャンネル名つけるときに、ペインター小木曽ってつけるとき、まあ勇気はあんまいらんかったけど、もうそこはやっぱ覚悟ですよね。もうそりゃそうやと。もうおっさんはプロとしてやっとる。もうもちろんやってたわけやけど。でも、絵師ってコメント来たときに、お、プロが来たと思いましたよ。いいですね、埼玉さん。稚拙かもしれないですが、自分の写真を元に描いています。僕はだから写真のもうちょっと上級編としては現場っていうことをよく言ってます。絶対現場の方が難しいし、現場で家描こうとなんか思わんでいいと思ってるんですよね。現場で体得してほしいものがなんかあって、で、それがやっぱ絵画の、まあ、もうね、元来持っていた何かの部分もあると思うんですよね。赤い部分なるべくこう残しつつ書いていってます。長澤さん、最近 SNS なんかで見た人の作品を自分の作品のように公開することが多いみたい。なんかまあインスタなんかこうよくこうね、Facebook とかですね、リクエスト来てるけど、もう俺こんな綺麗なお姉ちゃん友達おらへんっていうぐらい綺麗なお姉ちゃんからいっぱい来ますよね。こんなん騙されるやつおんのかなと思いながらもね、もうどっかのインスタとかで撮ってきた写真を元になんかね、片言の日本語であなたは元気ですかみたいなメールとっていうかね、メッセージ来ますよね。もちろんしますけど、あんな感じのことって起きるでしょうね、おそらくね。まあどっかで僕の絵が使われたら言ってください。もう僕はどやしますからね。なあしょんじゃこらーっつってね、はい、どっかで使われた、まあ、使うのもめっちゃ勇気いると思いますけどね。真似できないですからね。まあこういうライブ配信とかの絵やったら多少できるかもしれないですけどね。油絵とかなかなかね。ミラーレス使ってます。何回か佳作賞受賞しましたっていうね。奈良ファミリーの地元。すごいじゃないですか。もうそれでいいんですよ。そんな綺麗な写真とか。人のなんか絶対使うんでいいんですよ。もうそんだけ言うてはんやったらもう絶対ですよ。ね。で、そこを元に、まあ、写真絵を描いて鬼好評送ってきたらいいじゃないですかね。皆さんね。という感じで、周りを描いていってます。まあ、この段階で、ある程度、こう、紙の白さみたいなのなくなってきてるかなっていう感じですけども、暗いちょっと色面みたいなとか、もうこう隙間とか、を少し置いていってね。私も現場で描き、その後写真を撮りますと。何の自慢にもなりませんがと。インスタフォローからのロマンス詐欺。うわ、ロマンス詐欺に会いたいわ。皆さん気をつけてくださいね。もう本当にこう、ショートメールとかもいっぱい来はるんでしょ。僕なんかもう来ないですけど。一回なんかね、ちょっとアホみたいに遊んでみたらもうやっぱ、この人返事あるよリストを向こうが作るっぽいんで、もう本当にもう返事さえしない。もう不安やったら僕のとこメールを送ってきてください。これ大丈夫、80歳ね、90歳の方、送ってきてください。もう。まあ、うちの袋なんかもこの間、ちょっと前に一緒に買い物行ってあげたけどめっちゃ慎重なってますもんね。
大丈夫やってって言うんやけど、なんでこない慎重になるかっていうぐらい、慎重になる部分は慎重になってますもんね。ああいうの見ながら、なんかね、中高年の方々、世の中ね、詐欺が横行して、もう言ってください。本当遠慮なく、僕ちょっと相談乗りますので、ショートメールでもいいので、こんな先生メール来たんですけど、ショートメールどう思いますかと。あなた宛ての郵便物届いてます。この URL クリックしてください。それ全部詐欺です。気をつけてくださいね。ゆうのさんいろいろありましたね。わかります。私の名前と私の作品画像を使って Amazon やあちこちのサイト、うおー、おさえさん超売れっ子じゃないですか。本当？すげえやん。すごいじゃないですか。どういうこと？おそらくフィッシング詐欺かと。警察もそうなの？おさやさん大変。そんなこと起きてんの？どうしたらいいんやろそれ。わからん。名前おさえゆうのっていう名前で作品が販売されてるんですか？でも全然自分の絵じゃないということ？やっぱ真似されやすい絵っていう風に全然真似されやすい絵って思わんけど、なったらあかんのかな。もうおさえさんの絵全然そんな風に思わんけど、そんなこと起きてんの？めっちゃ大変じゃないですか。どうしたらいいんやろ。そんなに世の中僕その類の話は多分一回もないんちゃうかな。あるかな。希少画集1万円とかっていう1000円の図録が売られてるのはたまに見ますけどね。そんなんあんねや。すごくないです。詐欺軍団に狙われてる。本当？詐欺軍団に、どないしたらいいんかな。本物ですというなんか証明をできやなあかんちゅうこと？どうしたらいいのこれ。僕の絵とかもし出てて怪しいな思ったら言うてくださいね。これちゃいますわって言いますから。インスタのコミッションとかいうメッセージ、多いですね。そうなんだ。マネですらなくおさゆさんの作品の写真を無断に使って無在庫販売です。それはひどいね。ほんまにそんなのあんの？それは衝撃。無在庫販売。それ警察とかも動いてくれへんの？なんで？それひどいですね。そんなことなってんねや。本人全然関係ないけど名前とあれ使われてるから。でもその詐欺グループの方にお金入るようになってるってこと？どういうこと？どうやったらそれ止めれんの？全くわからん。ちょっと衝撃が走ってます。ごめん、僕は何もできへんけど皆さん気をつけてくださいね。名前も出なくて勝手に商品化して中華系サイトで売られてるのよく見ます。被害出てないんですか？そういうことか。でも被害中華系サイトなんですか？僕もなんかせなあかんね。そんなん出たらね。どうしようか。わからん。想像するだけでなんかわからん。だから手あったら教えてください。わからん。その得意な弁護士の先生おらんかな。わからん。会った時にはもう、被害が出てる可能性あるっちゅうことですもんね。ひどいね。よくなんか飲み屋さんをいっぱい予約するとかそういうのちゃうのか。みちみさんどう？透明水彩何人かいましたよね今回ね。1時間弱書いてまいりました。どう？
みじみさんどう？透明水彩の方結構鬼高評会に多かった。透明水彩かアクリルか覚えてへんけど多かったような気がするんやけど、どう？恥ずかしい。40分ぐらい真面目に質問に答えながら、みじみさんなんかこう鬼高評会のサムネイルかなんかの時に一人泣いてるおじさんがいたと思うんですけど、それはこういうことですよ。こうね、東京駅で後ろで真似してみたけどもう泣きそうになったっていう人がいたんでしかしね、カマキリ2匹捕まえたんですけどね、この間、死んでしまいました今朝危なかった。お兄ちゃんがもう死んでるのを見て、もうね、取りに行くって言い出してですね、もうやばかったです。いや無理やろ今から幼稚園の行く前はって言ってですね、アイコン洗いました。鬼高評価何回か考えましたがまだ怖いです。いや出しゃったやん、全然ねえ出しゃったやんとっとと出してね。一番初めにこう僕の大好きだった前職の研究室隣の先生が言うてはりました。飲んでる時に教えてもらいました。先生一番初め何書いたらいいと思いますかって聞いたんですよね。何ですかって、リンゴですかみたいなね。大木曽君恥だよ恥って言ってましたよいや本当やと思う。これ以上の答えあれへんわってすごいなと思って、さすがと思ってはい、もうその先生もねよく飲んでて楽しかったですけどね、さすがと思いました。何書いたらいいですかって、一番初めの人に何書いたらいいですか、恥だよって。自分で書いて絵描いてても恥書かへんけどね、人前出したらやっぱね、こう並べてみたりしたらこうもしかして恥を書くかもしれないじゃないですか。並べてみたらもうちょっとこうした方が良かったとかね、恥書いてくださいという感じでこうピャーっと書いてきました。 NFT とか言ってよくわからないメールも来ますと。名前ではなくて絵を勝手に使われているだけなので、見つけない限り絵が盗まれたことがわからないです。削除しにくい場所にサインを入れてネットにアップするのが自衛かもしれないと。まあ別に俺パクられてもええとマジで思ってますからね。あ、やばい、治療来た。弟ですね。全然本当。じゃあパクってやるぜって言ってね、本物ぜひぜひ真似してみてください。負けてたまるかこの野郎っちゅうね。でちょっともうちょっと赤描いていきましょうね。弟来ました。今日髪の毛切ったんです。ちょっと白とかも入れてもええんちゃうかなっていうのが私の説です。あ、これ今日つけるの忘れた。ロジをこっち使うの忘れた。こっちの方ね。よう泣くんですよ。もう髪の毛切りたがらんですよ。皆さんとこもそうでした？もうお兄ちゃんはねなんかすんなりいけるようになってきて、ちょっともう成長がだいぶ成長したなと思うんですけど、弟がもうギャーギャー泣いてもひどかったですね。大名言起きちゃった。でも大丈夫だと思います。ママおらんとね弟もあかんんですよ。もうめっちゃ不安があるんですよ。多分大丈夫です。無視またしてください。赤がいい感じに滲んでいます。素敵ですと。もうね、彼岸花の季節も終わりかけてる。東北とか終わりかけてるんじゃないですかね。もうこちらももう終わりかけ、次コスモスがと思ってたんですけど、コスモスってなんか難しいですね。なんか見てたんですけど、なんか難しそうやなと思って、
すごいちいちゃいしなんか難しいかもなこれと思って見ながら、この次何がいいですか？なんか水彩でこうラフに描くようなライブ配信とかで、こんな季節ものではこんな、秋はこんなんやないですかみたいな、なんかリクエストあったら今のうちに言うていてもらったらおっちゃん助かるなと。なんかありますかね。今の段階でも綺麗と。とにかくあんまりこう、ね、こう鮮やかさをこうなくさんようにするということは大事ですよね。なんかこう秋の次のシーズンのなんかこんなんぜひなんかないっすかみたいなあったらおっちゃん嬉しいな。なかなかこう取材も行けないですけどね今ね。福岡日動の行き方はもう渡辺通りをずっと何と違うかな分かりませんけど突き進んでってください。 Google マップなりで調べてね。もちろん画廊さんに聞いてもいいんですよ。もうそれが仕事やからね。で、土日だけです私行けるのは。会いたくなかったら土日以外に来てください。写真見ながら書いてないですね写真写すというのを知ってないので、もうはい、多分今これ画像にある写真とここで使ってる写真もまた違うんですよねだから目安です、目安。よいしょ。もみじね、すごいですね。ミルリオさんめっちゃコメント打つの早いね多分ね。焼き魚出た、赤い魚の。でもね赤坂さんめっちゃあれ高い。サンマがええなと思ったんですよ僕も。ちょっと1匹250円とかしよるんですよ。考えられないですよね。サンマって100円であんなね美味しいサンマをね、目黒のサンマ祭りやってましたか？いやーサンマ高ーと思って、この間本当生サンマちいこいのがもう本当これなんやっていうね、もうちいこいのがもう250円もしたんでね、もうでもちびたちよく食いましたね。焼き魚確かにな。もうそれはさすがに写真でしか描けへんね焼き魚いいね。ちょっと考えとこう。いいこと言いはったで。焼き魚ね、サンマでいいですか？よいしょ。いいですね。ちょっと覚えとこう。イチョウもいいかな。イガグリって栗ですっけイガグリってなんかわからんけど、なんかね昭和の少年の頭のことを、イガグリって栗のこと。栗難しそうやな。菊の花。菊の花いいですね。栗2つ。栗か。イガイガってどうやって描くんですか？僕今の頭の中にはね、アクリルかなんかで暗く塗ってイガイガを後で描くっていう感じかな。栗ね。栗人気あるね。栗ね。でも焼き魚ちょっと赤坂さんヒット賞、踊るヒット賞。栗ね。イチョウもなんかね、大木のドーンとしたやつやね、描くとしたらね。イチョウもね。キノコか。みちみさん待ってるよ。全然もうほんと松茸食べたい。飛び虫好きなんよ僕。もうほんま申し訳ない。みちみさんごめんね、待ってるよいいね。トゲアクリルか油絵やったらねなんかわかるけど、透明水彩で描けんのかな私ね。また白とか頼るんじゃないですか。どうせ逃げるんじゃないですか。みちみさん全然いいよ。ほんと松茸ね、全然いいよ。もう楽しみやな。3万今まで安すぎたんですよ。丸ごと1匹で250円でも安い。取れなくなってるらしいですよね。やっぱね、温暖化によってね。なんかって言いますよね。
でも鮎とかもええね。鮎の焼き魚ちょっとありやな。ちょっと面白いね。何がええかな、アクリルかな。いいですね。牡蠣ね。牡蠣はね、何度もう去年もなんか書いた記憶あるな。牡蠣ね。牡蠣はいいね。なんか葉っぱ付きで欲しいよね。なんかね。よいしょ。といった感じで1時間ぐらいだったかな。まあベラベラ喋りながらもこんな複雑なものを、書いていっております。まあね。いや、いいですね。今日ありがとうございました。秋のね、まあ食べ物ばっかりやけど別に食べ物じゃなくてもいいんですよ。なんでも食べ物とか風景とかでもね、じゃなくてもなんか干し柿ね。ハロウィンの絵。ハロウィン多分日本で2番目ぐらい嫌いな人なんですよ。最低でしょ。なんかね。もう渋谷の映像を見るだけでゾッとするんで、もう本当にもう僕のひねくれ方はもう本当に人を不幸にするんですけど、もうなんやろうね、おもちゃかぼちゃは書いてもええと思うんですけどね、なんかウェーみたいな感じでね、車をこう横倒しにしてウェーみたいな若者を見るだけで、ちゃう目立ち方せえやと思ってしまうんですよね。もう本当になんかね、人にそんなにこうしてどないもんねって、もうハロウィンがだからね、なんかね、もちろん仮装パーティー人生で一度もしたことないし、今後もする予定がないというね、おじさんです。ウェーって言ってね。ハロウィンは子供のための行事。ね、海外だとそうですよね。なんか日本っていうかね、渋谷界隈ではね、子供のための行事という感じがしせんですよね。よく知らんけど。サンマ好きですが、最近高くなって買えませんよね。本当ですよね。庶民の味方って感じだったんですけどね、さんまさんもね。昔はさんまさん誰にでもサインして、誰にでもね、奈良の人ですよね。奈良の人といえば、あとは城島茂さんと堂本剛さん、あとは笑い飯さん。ハロウィンは日本でいうとお盆みたいなものですよ。おい、そうなんですか。胴上げシーン書かないです。まあどっかね、サッカーあたりだったら考えてもいいですけどね、野球絶対書かないです。もしなんか質問あったらしてください。遠慮なくしてください。もうすぐもうちょっとしたらなんかある程度まとめにかかると思いますので、もし質問があればしてください。よいしょ。少しね、押さえるとこ押さえてみたりとかしてですね、キャラコさん、綺麗な赤ですかね。なんという赤ですか。これね、バーミリオンヒューとローズマダーです。バーミリオンヒューとローズマダーです。で、少しずつですね、ちょっと密度を鼻の方とかも上げつつ、まああんまりこう重ねすぎひんということをしつつも、少しこう密度を上げていくようなこともしつつという感じですかね。ティッシュペーパー、白樺の木々。
ねえ、ちょっとそう取材行けたらいいけどね。秋にでも行けるかもしらん。あそこのほら長野の長野のあの辺って白樺の木ありましたよね。それ行けるかもしれん。それはもうやりますわ、多分。確かあったような記憶があるわ。長野の方に取材に行きますので、それはやりますよ。子供起きとるな。ちょっと声すんな。抜くとこと描くところのバランスがこういうことなんですね。これがね、みちみちさんできないんですよ、普通の人は。まだ起きた。どっちや。常に画面見ながらね。もし何か質問あったらしてください。あと10分15分で終わりますので、何か質問もこの機会にしておこうということあったらしてください。日本海側は来ないんですか。日本海側行ってないかな。確かに行ってないか。いや、行きたいと思いますよ。ちょっと12月いっぱいまで忙しいからなかなか今年も動けんなって感じですけどね。ヤンさんはどちらですか。消えてる。キャラコさんありがとうございます。ね、ここ来てください。なんか今日はその日本海側のあそこは中国地方かな。なんか中国地方の文化センターの人から図録欲しいって来てたな。変わったとこから来るんやなと思ってですね、ポストにも投函しておきましたが、あとこれも見てはる人で一人だけですね、なんか、見てないと思うんやけど、メールもしてるけど返事なんやけど、一人だけそのレターパックの保存期間が過ぎましたって一通帰ってきたやつがあるんですよね。それ見てる人いて、私やと思ったら、ぜひですね、電話、もう最終手段電話しようと思ってるんですけど、メールとかしてですね、あれしてるんですけど、なかなかですね。よいしょ。画面全体の中で、ちょっと見ながら、ね、ちょっと暗いアクセントをもうちょっと置いていこうかなって今少し考えている最中です。もし質問あったらしてください。長野栗って何ですか。蓼科とか、ね、どのあたり行きますか。回れないですけどね。また2泊3日で飛行機で当日着いて、あれですね、長野の松本空港からなんかレンタカーが全然ないんですね、あれね。困ったな思ってね、松本市内まで出やんといかんって言って、よいしょ。皆さんやっぱ関東の人が多いんでしょうね、長野ってね。困ったな思ってますけどね。
下の方書いてても映らへんねまあ塗り残しながら書いていくということですね。まあ、アクリル絵の具とはまた違ったですね、雰囲気が出てきているんじゃないでしょうか。また画面を見ながらですね、赤のビビッドさを残しつつですね、やってってます。もし何か質問があったらしてください。飛んじゃいました。すみません。2つあるね。光の方向はカメラみたいに逆光速光順光自然の景色はシンプルで、室内の生物画だと複雑光もありなんですか。ここはカメラみたいに逆光。まあ室内のね生物あんま複雑にせん方がええっぽいよいやそれは僕やったら描けるんやけど、皆さんの絵見てる感想としてはやっぱ逆光でも順光でも側光でも何でもいいんですけど、複雑な光だけは皆さん描けてないですね。欠けてるっていう、僕なんか浪人予備校の先生とかしてて、なんか浪人生とかで本当に影がシャーっと四方にどれやどのカメラこれかシャーってこう行くようなのをあえて狙ってってうまく成功した絵は見たことあるんですよ。うわめっちゃ綺麗やんけって。でも私が見ている皆さんの鬼高評会とかはほとんどそれでうまいこと言ってないというか、逆にうわ光ちゃんと一方向にした方がええのになっていう絵が多い。だからよっぽど狙わん限りは生物画に関しては、一方向の光で描いてあげた方がええし、多分なかなか皆さんそこをめっちゃ狙ってやるんやったらモチーフの方がもうシンプルになってきたり、ガラスみたいな感じ、偶然的なこう何かが出てくるような影が落ちるモチーフみたいなのを選択せんと難しいんちゃうかなっていうふうに思いますけどね。そんな気がしますよ。緑は何色ですか？緑ね、わからんなカーダミウムグリーン、パーマネントカダミウムグリーンかなこれ。ちょっと上からしますね。じゃね、ちゃんとこれは多分パーマネントカダミウムグリーンやと思います。でね、これね、わからんね、もうね、本当に色にね興味がないんですよ。わからんな。なんかね、違うな、カドミウムグリーンペールでした違う色置いたこれね、オキサイドグリーンみたいです。これ違う、これで、ここはこれ、ここはこれで、これ多分ビリじゃないと思う。ビリじゃんこれね、多分わからん。あと茶色バーンとしてんのみたいな、なんかその辺皆さんの好みでいいと思うんですよ、色はね。なんかね、よくね、色とかね、画材とかね、そんなんで絵が描けると思ってるね、人多すぎます、世の中ね。いや、そんなことじゃないですよ。そもそもそんなんだけでは絵描けませんよっていうのが僕の論なんで、もちろんね、あれにはなるかもしれませんけど、僕は本当コロコロ変わります。筆も、これどれなんですかとか。筆だけで絵は描けません。よいしょ。なんかいっぱいあるな。ボンド室さん、ブロック水彩紙ですか？ブロックはゴワゴワになりにくいとよく聞きますが、超ゴワゴワになるんですが、これは紙が悪いんでしょうか？私が悪いんでしょうか？ゴワゴワになりますよ。でも乾いたらまたね、あれなるけど、ただ前回のやつとかほら水そんなに使ってなかったでしょ。これあえてなんですよ。で今日やっぱ水を多めにするときはこういうキャンソンボードみたいなの使ってますけど、
ぱゴワゴワなると思いますよ。多分皆さんなるんちゃうかな。まあなんかほっといたらある程度また元に戻るというかなると思いますけどね。まあそこはもう諦めて、まあ、水張りした方が変かも、まあ、水張りやろうかな思ったりしてるんですけどね、やっぱめんどくさいね多分そういう動画上げてはる人絶対おるやろなと思ってね、僕が選んでもええんちゃうかと思ってしまうっていうね、僕のこの横着なとこが出てきてしまいますね。キャンヨキさん、たまたま検定の対策で玉ねぎがあちこちの光と影があり分からなくなりましたと。 A さん、親切なアドバイスありがとうございました。白黒グレー系茶色などまずは頑張ります。個展終わったらご褒美なんもないなんもないなんかあるかな。なんもない。あ、でも本当になんか昔はねあれでしたよ。ご褒美というとあれですけど、何でしたっけ、あれスーパー銭湯行ってましたあとは別に何にも、もうずっとこんな生活やから昔から。いやでも本当なんかストレスなくなったぐらいで、いやもう子供がねおらんかった嫁はんとねイチャイチャデートとかって思うんですけども、それも無理でしょね。そういうのもないです。何にもないです。じゃあ子供となんか旅行行ってももう疲れるだけやしね。ない。ゴワゴワ無理な場合は水張りですねと。もやさん、質問があった。勝手に公募展はそうですよ、自由ですよ、誰でも出せますよ。昔の動画とかもよかったね、見てください。もやさん、すみません、赤坂さんが答えてくれてサンキューベリーマッチ。また咳込んどんな。危険やな、起きるなという感じで、少しこう白とかも使って、ちょこっと変えていきながら終わっていこうかなと思います。ありがとうございました。楽しかったです。皆さんね、早寝てください。10時ですよ。もううちのちびたち8時半に寝ました。咳込んでます。これ弟やな。危険な匂いがするね。痰で吐きよるんですよね。すいません、途中で送信してしまいました。もちろん子供、奥さんゆっくり過ごす時間もご褒美だと思うんですが、個展やその都度仕事目まぐるしい日々の中でプロの絵描きさんの切り替え方、いやー僕は何もないですねいや全然切り替える必要もない。僕はね、もともとなんか前の前職仕事ついてた時はやっぱりこう特になんかもう9月と3月の末だけはなんかちょっとゆっくりできるみたいなとこあって、ゆっくり絵描きたいっていうのが一番の僕はなんかあれですよ。でも今ずっとゆっくり絵描いてるというかなのでいやーだから今はめちゃくちゃ幸せですね。申し訳ないですけどね。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。途中からですよ。ありがとうございますね。初見です。シンプルな感想ですが美しいですと。なんかね、ちょっとね、色がね、なんかこう思ってるよりもちょっと明るく映ってるのかな今日。なんかそんな感じかな。いや、シンプルな感想でもいいです。どんどん言うてください。アウトプットめっちゃ大事ですよ。ね、アウトプットめっちゃ大事ですよ。アウトプットね、どんどんしていくことで本当になんかね、皆さんのちょっとストレスの発散にもなるかもしれませんし、言葉をね、インターネットでもいいので、出すということはこういうオンラインででも僕はすごい大事なことやと思ってますよ。なんでもね、本当にめちゃくちゃ大事なことやと思いますので、遠慮なくもしコメント今勇気を出してポチッと押せないという人いたら押してみてくださいぜひぜひ押してみてください。今週はですね、もう一度言いますけど、土曜日はちょっとライブ配信定例の土曜日の午前中いつもやっておりますけども、
ライブ配信がちょっともう今からもう 100% 無理なので、また平日もしかしてどっか空いた時間があればやるかもしれませんが、今日はとびきり早くお兄ちゃんたちが寝ましたので、お兄ちゃんは嫁はんの方、弟は私のお腹の上で、まさかの早い就寝でございましたので、今日は急遽ライブ配信をやり出してしまいました。1時間15分ぐらいかなという感じでございますけども、本当になんかね、もう秋、よう言いますけども、秋ですね、秋冬、もし写真から絵描かれる方、多いと思いますけども、ぜひぜひこの季節はもう本当ビッグチャンスなので、ぜひぜひ写真を撮りだめしておいた方がいいですよ。こんな絵になるかなとか思ったら思った瞬間撮るぐらいの気持ちでいいんじゃないかなと思います。風景とかだけでもねいいし、皆さんからリクエストにあった牡蠣でもいいし、栗でもいいしなんかサンマを焼いたもんでもいいし何でもいいですよ。とりあえず、写真とかだけにでも撮っておくだけでいいですし、サンマはぜひ、描いてみようと思います。動画にしたいんですけどね、もうちょっと今もなかなかね水彩の動画作る時間がないので油絵の動画ばかりで申し訳ございませんが、ライブ配信の方でご容赦いただければと思います。10時12分ぼちぼち報道ステーションを見ようかなと思いますちょっと大きくなってしまった。よいしょ。ありがとうございました。日動美術館行ってきます。ボンド筆談。あれ笠間日動、僕あそこすごい好きなんですよね。これやらしてくれるかな。ちょっとボソボソ言ってますけどお先に寝落ちしますと夏さんね、皆さんね、夏伊藤さんもありがとうございましたと。ありがとうございます。ちょっと最後アクリルと比較だけさせてくださいね。せっかくこういう機会はなかなかねないので、ちょっとアクリルを持ってきます。すぐですけども、わしもめっちゃ持ってもらってきました。よいしょ。ちょっと前回の沈みすぎた感ありますけども、画材の種類によって印象だいぶ違うんやでっていうことがこれを見てもらったら分かるんじゃないかなというふうに思います。北海道さんまたね、本当にぜひ遊びに行けたら行きますんでね、鳥山さん、水戸千恵さんもありがとうございました。藤田嗣治店です。バランス最高ということで、そうです。めっちゃ光っております。こっち消します。暗すぎます。以上です。お疲れした。終了。